真夜中、血だらけで立ち尽くすタイガーの目には涙が浮かんでいた。やってしまった。でもやりたくなかった。声を詰まらせる彼をナオはただ黙って抱きしめる。二人の出会いはそんな夜とはまるで似つかわしくない、ほんの些細な喧嘩から始まった。皆さんこんにちは。 BL ホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。同じサッカー部のナオのあだ名がミャオだと思い込んだタイガーは面白半分でからかってしまう。すると次の瞬間、ナオの拳が顔面に飛んできた。唇から血をにじませながら帰った先は豪邸だったが、そこに家族の姿はない。いるのは使用人が一人だけ。一方、ナオの家は母が朝食屋を営んでいて、いつも人の声と食事の匂いに包まれている。同じ町に暮らしていても、二人の世界はまるで違っていた。ある夜、家でくつろいでいたナオは、外でタイガーがギャングたちに喧嘩をふっかけているのを目にする。タイガーの腕がナイフで切りつけられたのを目撃し、驚いて外へ飛び出したが、そこに結婚以外誰の姿もなかった。翌朝、タイガーは友人に連れられてナオの店を訪れる。友人はナオの弟のヌアを見て浮かれていたが、タイガーはただ首をかしげるだけだった。次に2人がゆっくり話したのはサッカーの練習中だった。足をくじいてベンチで休んでいたナオのもとへタイガーがやってきて手当てをする。そこでナオは深夜になると家の前に集まっていたギャングたちをずっとタイガーが追い払ってくれていたことを知っている。礼を言われたタイガーは感謝されることに慣れていない。なぜならタイガーの家にそんなぬくもりはないからだ。怪我をしていても父は心配するどころか、弱い人間は嫌いだと冷たく言い放つ。その言葉に耐えきれず、家を飛び出したタイガーは再びギャングたちの元へ向かった。そして怒りを晴らすように一人で全員を叩きのめしてしまう。ぼーっと座り込んでいたタイガーの前にナオが現れて饅頭を差し出す。夕食も食べず傷だらけになっていたタイガーにとって、その優しさは妙に心に染みた。その後2人はバイクで夜の街を走り回る。ただナオといると妙に肩の力が抜けた。そんな感覚はタイガーにとって初めてだった。家の前まで送り届けると、ナオは傷の手当てをすると言ってタイガーを部屋へ招き入れ、そのまま止めてしまう。こうして2人の距離はまた少しだけ近づいた。翌朝、朝食まで進められたものの、タイガーは落ち着かずに学校へ向かう。ところが校内を歩いているうちに気づけばナオの教室の前まで来ていた。テストを終えたナオを見つけると、タイガーはその後を追いかけていた。そんな自分の変化にタイガー自身もまだ気づいていなかった。その夜もタイガーはナオの家で夕食をとる。テストの点が悪かったと笑いながら話すナオと、その場を笑い飛ばす母。その何気ないやりとりにタイガーは言葉を失った。家とは怒鳴られる場所で、誰かと比べられる場所だった。こんな風に安心して笑える場所があることを初めて知った。それからというもの、タイガーは毎日のようにナオの家へ通うようになる。一緒に食事をしてゲームをして、気づけばソファーで寝ている。そんな日々が当たり前になっていた。だが周囲には別のものが見えていたらしい。友人たちはヌアが好きなんだろとからかい、いくら否定しても誰も信じてくれない。ついにはナオまで半信半疑になってしまった。するとタイガーはナオの顔をぐいっと自分の方へ向け、ヌアは好きじゃないとそう言い切った後、一瞬も目をそらさずに、可愛いと言うならお前も可愛いと続けた。突然近づいた距離にナオは言葉を失う。見つめ合う2人の間に無情にもチャイムの音が響き渡った。帰り道、タイガーはナオの喜ぶ顔が見たくて、気づけば彼の好きなスイーツショップに足を踏み入れ、自分の服までほぼ全部渡している。そんなことを他人にしたのは初めてだった。だが幸せな時間が増えるほど兄の言葉が頭から離れなくなる。俺たちはヤクザだ。他人と深く関わればその家族にも必ず迷惑がかかる。
タイガーはその声を振り払おうとしたが、心の奥は少しずつ冷えていく。ずっとこの場所にいたいのに、結局ナオを傷つけるかもしれない。その事実だけはどうしても振り払えなかった。そんな時、ナオはお腹すいたと声をかけ、おやつを買いに外へ連れ出すが、帰ろうとしたその時、以前タイガーが揉めていたギャングたちが現れる。2人はとっさに走り出した。路地を抜け、木箱の陰に身を潜め、息を殺してやり過ごす。ようやく家へ戻り、一息ついたのもつかの間だった。今度はタイガーの携帯が鳴り響く。兄から電話が入り、今すぐ戻れ、断るなら手下をナオの家へ向かわせる。そう脅され、タイガーは何も言い返せなくなった。ちょっと出かける。それだけを残して立ち上がる。だがナオは不安そうな顔で、帰ってくるまで待つからとその背中を見送った。どれだけ待ってもタイガーは戻らない。ナオはうとうとしながらソファーで眠ってしまった。そして真夜中、物音に目を覚ますと、扉の前には血だらけのタイガーが立っていた。やってしまった。でもやりたくなかった。震える声でそう繰り返し、涙を流すタイガーをナオはただ抱きしめる。もう大丈夫、俺がいるから。その言葉だけで十分だった。朝になってもナオは血のことも涙のことも昨夜何があったかも聞かない。いつも通り隣で笑い、一緒にいると楽しいという。そして2人は学校へ行き、部活をして一緒に帰った。その変わらなさがタイガーに本心をさらけ出したい衝動に駆られた。その夜、眠れないまま天井を見つめながら、タイガーはナオなら真実を知っても離れていかないといつの間にか信じていた。また次回お会いしましょう。ではでは。